たせします。美味しそうなんじゃこりゃ。ガーリックパンとコンソメのスープです。うわ美味しそう、ありがとう。いいただきます。ただきます。うわ美味しそう、ホテルみたい美味しい。美味しい？よかった。美味しい。このガーリックパン自体も美味しい。ホテルだ本当だ。ガーリックパンの下味がいいから。美味しい。すごいねこれ。このチーズは何のチーズ？これ普通のとろけるチーズだよ。なんか妙に美味しく感じる。ガーリックパンがね、いいね。チーズとガーリックのおかげかすごいさ、スープになんかコクが出てる気がするね。パンの量もいつもの半分ぐらいだけどさ、お腹が膨れるからね。確かに。
噌鍋だよ。美味しそう。美味しそうでしょうんう。ビール夜な夜なにしました。うん。ありがとね。うん。お疲れ様。はい。あー、美味美味しい。合いそう、トマト鍋に。うん。うん。うん。ナッツ美味しい。ナッツ美味しいよね。もうこの燻製ナッツの虜だよ、美味しいこれ。最近。美味しいよね。なんか燻製になってるだけでなんでこんな違うんだろうね。なんなんだろうね。うん。なんか塩味が増すような気がするよね。はいどうぞ。ありがとう。美味しい。美味しい。よかった。言葉になってない。こういうトマト系ほんと好きなんだけど、うん。なんかそのちゃんと出汁がうんうん。出てるね。茅野だしのさ、うん野菜のうんちょっとコンソメ風のだしうんがすごい合いそうだなと思ってうんうん使ってみた。うまっ。キノコが生き生きしてる。生き生きしてる。最後の締めはリゾットにできる。トマトのなんかこの粗ごしっていうかさ、うんうん。ちょっと残ってていいね。あ、そうそう。なんかね、カットトマトよりもね、ホールトマトの方が好きなんだよね。なんかちょっとトマトの食感が残ってる方が楽しいよね。ちょっと太っちゃったから。ちょっと太っちゃった。正月太り？正月太りかもしれない。そんな食べてたっけ？なんだろうな。でも結構食べてたよ、最近。最近絞ってるじゃん。なんかもしかしたら筋トレしてるから、筋力がついたのかなって。それもあるかも。これはあるよ。わあ、美味しそう。こちらです。チーズをかけると多分もっと美味しいよ。我ながらちょっとお店クオリティが。美味しいね。胡椒入れるとやっぱちょっとねアクセントになって美味しいね。
はい、皆さん最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。今年は視聴者の皆さんとなんかもっと会話をするような機会をすごい増やしたいなというふうに思っていて、ちょっとおまけのコーナーというところで、今後こういった形で最後に少し皆さんからいただいたご質問に対してちょっとラフにラジオ感覚で聞いていただけるようなコーナーを設けていきたいなというふうに思っています。そして今回の動画のテーマが夜型から朝型になる方法っていうところで、動画の中でちょっとお話しできなかった内容をカジュアルにお話ししたいなというふうに思うんですけれども、その中で皆さんからインスタグラムで習慣化に対するなんか課題というかお悩みは何ですかっていうことをご質問したら、すごい想像以上に皆さんからご質問がたくさんあったので、その中からいくつかちょっとピックアップしてまとめてご質問にお答えしていきたいなというふうに思っています。それではまず1つ目なんですけれども、シンプルに習慣が続かないこと、意志が弱いのだろうか、気持ちはあるのに体が追いつかない、習慣化するまでの道がすごく難しいっていう、習慣化のその継続についての、ご質問が特に多かったなというふうに思います。結構皆さんその心が弱いから続かないのかなっていうような、コメントとかをいただくことが多いんですけれども、それでいうと私もすごく多分心が弱いと思っていて、あんまり自分の意思っていうのは、信じていない、人間みんな、そんなに意志が強いものじゃないっていうのが大前提にあるかなというふうに思っています。で、じゃあどうやってやりたいことを継続するかっていうと、多分皆さんその自分の力だけで、続けようっていうふうに思って、挫折されちゃう方が多いのかなっていうふうに私は思っていまして、でそれでいうと私も同じで、自分だけで何か続けようって思うと結構難しいです。で特に運動とかだと分かりやすいんですけれども、私ずっとパーソナルジムに通ってきていて、でその運動週1で今まではパーソナルジムだけでしていたんですね。でそのパーソナルに通うまでは、自分でジムに通おうと思って何度も挫折していて全然続かなかったです。でただやはりパーソナルだと1対1なので、トレーナーさんとお約束をしていて、私が行かなかったら空き時間が出ちゃうっていうのとか、やっぱり1回の料金がすごい高いっていうのもあるので、もったいないっていう気持ちからもう必ず行くようになりました。で行くタイミングなんですけれども、これも結構ポイントかなっていうふうに思うのが、毎週月曜日の午前中に私は予約を入れているんですけど、できればその決まった曜日と時間に行くっていうのが結構ポイントかなというふうに思います。今のお話をまとめると、やはりその一人で何かを続けるって最初はすごく難しくて、それが習慣になるまでのサポートをしてもらうような人だったりとかサービスに頼るっていうのがすごくいいのかなっていうふうに思っていて、なんか自転車に例えると最初は補助輪がついているような状態で、自分で走れるようになるまではその補助輪をつけて自転車に乗るっていうことが慣れてきたら、みんな補助輪が取れるのと同じように、できればその運動の場合とかだったら少なくとも3週間、できれば3ヶ月とかはパーソナルだったりとかそういうトレーナーさんをつけて継続するっていうのがすごくおすすめです。パーソナルジムとかっていうとすごく金額が普通のジムに比べたらもちろん高いんですけど、でも運動しないで、例えば病気になっちゃったりとか体型が理想になかなか近づかないっていうのが数年続いちゃうっていう自分のお悩みを解決するのであれば、一回自己投資だと思ってそういうパーソナルとかサービスに投資をしてみるっていうのはすごくいいんじゃないかなっていうふうに
思います。でその運動以外の、例えば勉強だったりとかも、コーチングとかそういうもののサービスっていうのがあるので、そういうコーチングのサービスを利用したりとか、あとはコミュニティに入るとかそういうのもおすすめです。その点で言うと、私もこの YouTube を始める時とかはやっぱり最初はその習慣化がすごい難しかったので、コーチングを3ヶ月間つけたりしていました。でその続けるのが難しいなっていう悩みを少し聞いてもらったりとか、そういう習慣化のプロの方にコツを教えてもらったりとか、自分のスタイルに合わせてその自分の習慣化のコツっていうのがつかめてくるのではないかなと思います。なのでまとめると、習慣化ができないことは心の弱さではなくて、そもそも継続するっていうことは一人だとすごく難しいっていうことを理解して、人とかサービスに頼るっていうのがおすすめです。で、次は2つ目が、睡眠時間についてのご質問ですね。ショートスリーパーになったわけではなく、寝るのを早くしたのでしょうかっていうご質問なんですけれども、これに関しては私は全くショートスリーパーではない、なんなら多分ロングスリーパーの方なので、寝る時間を短くしたわけではないです。なので、早く寝るように心がけているっていうのが答えになります。で、今日の動画でもちょっとご紹介したんですけど、熟睡アラームっていうアプリ、羊さんのアイコンのアラームのアプリがあって、で私はいろいろ試してそれに落ち着いたっていう感じなんですけど、なんかこれがそのレム睡眠とノンレム睡眠のそのタイミングを測ってくれるアプリで、その起きやすいタイミングでアラームが鳴るようになっているので、すごく普通の iPhone とかのアラームよりもスッと起きれる感覚っていうのがあります。もちろん二度寝とかしちゃう時もあるんですけど、何個もかけておいて、3回目ぐらいとかだったら起きれてるかなっていう感じがあります。あとはその自分のその一番ベストなその睡眠時間っていうのが必ず人それぞれあるので、その睡眠時間を記録してくれるサービスなので、1週間とか2週間とか、アプリを使って自分の一番起きやすかった睡眠時間とかっていうのを把握するっていうのがすごい大事かなって思います。早く起きるのが目的っていうよりも、自分の必要な睡眠時間をしっかりとるっていうのが一番ベストかなというふうに思いますので、自分がその寝る時間を探って、その時間に必ず寝るっていう方が、無理やり起きるより楽かなっていうふうに思います。で、次が3つ目のご質問で、習慣の優先順位についてというところで、習慣化したいことがたくさんあるんですが、優先順位のつけ方などもしあれば教えてくださいっていうご質問です。で、私これ優先順位に関してはやっぱり一番は今運動がプライオリティが高いなというふうに思っていて、で結構その起きるのが難しいとかダラダラしちゃうっていう方すごく多かったんですけど、もちろん私もそういう時全然あります。ただやっぱりそういうダラダラしてしまうのとかって心の弱さとかじゃなくて、なんかそもそも体力がないっていうことが結構多いんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、でその優先順位をつける時にやっぱり土台となるところから決めていった方がいいかなというふうに思っていて、もちろん仕事が頑張りたくてもやっぱり体力とか健康状態が悪かったらやっぱり頑張れないし、そうなるとやっぱり体力とか体作りっていうのがすごい大事になってくるかなっていうふうに思っていて、で、次にやっぱり食事ですね。食生活がすさんでしまうとどうしてもそこでも健康状態っていうのが崩れてしまうので、食事でその後に仕事で、その次に付き合いだったりとか、友達と遊ぶとか、そういう土台となるところから優先順位を決めるようにしています。
なのでね、多分皆さんとも多分共通するのは土台のね体作りとか自分を整えるっていうところかなと思うので、まずは皆さんその土台を整えるところから気をつけてもらえるといいかなというふうに思います。はい、で次4つ目がスマホを触ってしまうっていうことについてですね。仕事から帰宅後とりあえずソファーに座ってスマホを触ってしまいやることが遅くなるっていうことなんですけど、わかるってね、とりあえずスマホを触ってなんかぼーっとショート動画とか見ちゃいますよね私も全然あります。でただそれにこう気づいてるっていうのとか、それをこう課題として捉えてるっていうことはすごくまず一歩なのかなっていうふうに思っていて、動画でもねご紹介したところの補足にはなっちゃうんですけど、私は22時以降はそのスマホの利用制限をかけるようにしていて、動画でもご紹介はしたんですけれども、設定からスクリーンタイムでスクリーンタイムの休止時間っていうのがあるんですけど、この休止時間のところからアプリの使用制限ができるようになります。ちょっと Android とかはわからないんですけど iPhone はそうやって利用制限ができるので、もちろんね夜スマホを触りたいから利用制限煩わしいなっていう風に思うかもしれないんですけど、でも一応ロック解除もできるんですよ。なのでどうしても使いたいなっていう時はその15分だけっていうボタンがあるので15分だけ使うとかにして、でまたロックがかかるので、だんだん触るのが面倒くさくなってきて別のことをしようっていう少しこうきっかけになったりするので、ぜひそのスマホ iPhone の方はちょっと一回設定をしてみるのをおすすめします。次5つ目ですね。寝る前にどうしても不安に襲われてしまうっていうご質問ですね。寝る前にいろいろ考えたりして、眠れなくなってしまい結局朝起きれなくなってしまいますっていうことなんですけれども、なんかこれも結構体が疲れていないから眠れないっていうのが結構大きいかなというふうに思っていて、もちろん私もすごいお悩みいっぱいありますし、なんか考え事が止まらない時とかっていうのもすごいあるんですけれども、やっぱり交感神経がね優位な状態だとなかなか寝つけないので、どんどん頭だけ疲れていってしまっている状態っていうのはあんまりいい状態ではなくて、なのでそういう方に特に最初にお伝えしたその運動習慣っていうのはベースでつけてもらえるとすごくいいかなというふうに思っていて、体が疲れているとね体が先に寝てくれるのであんまり考え事とかもしないで眠れたりとかってするんですけれども、どうしても座って、お仕事をされてるっていう方は体疲れてないけど頭だけ疲れてるっていう状態になってしまうので、できればねお仕事を1時間早く切り上げられるようにちょっと頑張ってみるとかして、ジムに通ってみるとか、ジムに通うのがちょっと難しかったら、お家でできるストレッチとか運動とかを取り入れてみるっていうのはすごいおすすめです。であとはよく言うことであるんですけど、その悩んでいることとかを紙に書き出すっていうのはすごく地味に効果が高いので、すごいやってみてほしいですし、私本当に嫌なこととかあった時はもう A4 のノートとかにバーって嫌だったっていうことを書き出してクシャクシャってしてゴミ箱に捨てますなのでそういう結構物理的にねえいやってやってみるっていうのは結構ありかなというふうに思います。はい、で最後、6つ目ですねは、健康的な食事が続かないっていうお話で、体にいいものを食べたいのに、つい簡単ご飯になってしまいますっていうことなんですけれども、簡単ご飯でもね全然健康的な食事って取れるとは思いますが、多分この方がおっしゃってるのはそのパスタとかカレーとか、コンビニのご飯とかっていうことかなっていうふうに思うんですけど、全然忙しい時はねコンビニご飯とかになっちゃうのはしょうがないと思いますし、どうしてもいろんなバリエーションが揃えられないとか、金銭的にもね一人暮らしとかだとなかなかバリエーション揃えるって難しいよっていう
方が多いと思うんですけど、もしねちょっとでもフライパン一つ動かせる余力があれば、私おすすめなのは生協とかのミールキットがすごいコスパがいいかなというふうに思っていて、本当に1袋にもうカット野菜とかが入ってて、それをこう付け合わせのタレと一緒に炒めたりとか茹でたりとかするだけでできるっていうものがすごい多いので、すごい美味しいんですよやっぱり火を通すとすごい美味しくなるので、フライパン一つでねできるそういうミールキットとかっていうのに頼ってみるのはありかなというふうに思いますし、一人暮らしでも食材が余るっていうことがないので、すごい使いやすいかなというふうに思います。はい、ちょっと動画の補足みたいな形の、内容になったかなというふうに思うんですけど、いかがでしたでしょうか。なんかちょっとこうやって今後は少しおしゃべりをするっていう機会を増やしていきたいなというふうに思いますので、他にも皆さんのお悩みだったりとかご質問とかがあればコメント欄に残してもらえたら、また次回お答えしたいなというふうに思っています。それではまた来週我が家でお会いしましょう。ニコでした。